アクロパパの AI 教室。前回はプロンプトエンジニアリング for コード、つまり AI への指示は仕様書だという話をしました。覚えてますか？レンです。役割、背景、やってほしいこと、出力の形、要件の4点セットですよね。あれから毎回使ってます。プリアです。私もあれで指示の精度は上がりました。でも同じ指示なのに答えがブレることがあって。いい疑問ですね、プリアさん。今日のテーマはまさにそこ。コンテキストエンジニアリング、 AI に何を見せるかの設計です。コンテキストエンジニアリング、指示の書き方じゃなくて見せる情報の方を。そう、実演しましょう。今から全く同じ質問を渡す情報だけ変えて AI に聞きます。質問はこれ。ユーザー一覧を取得する関数を書いて、まず何の前情報もなしで聞きます。結果 AI は Express.js で SQLite につなぐ GetUsers を返してきました。フレームワークも DB も自分で勝手に決めてますね。まあ動きそうだし別にいいんじゃないですか。じゃあ同じ質問を今度はプロジェクトの技術スタックと DB 定義を添えて聞きます。結果 Next.js のアップラウターでプリズマを使い、ユーザーズテーブルのスキーマ通りの型がついた関数が返ってきました。全然違う。同じ質問なのにうちのプロジェクトにぴったりのコードになってる。うわー、こっちはそのまま使えるレベルだ。情報を渡すだけでここまで変わるんですね。これがコンテキストエンジニアリング。 AI の答えは能力じゃなく見せた情報で決まる。ここ今日一番大事です。じゃあ何を見せればいいのか。まず一つ目、リポジトリの地図です。地図というのはフォルダ構成とかですか？はい。例えるなら新人に仕事を頼むとき、この棚のあの引き出しにある書類を使ってというのと何も言わないのとでは大違いでしょう。コーディングエージェントも同じ。 SRC の下に API、コンポーネンツ、リブがあって、それぞれの役割はこうと最初に見せると迷子にならない。僕いつもリポジトリ丸ごと AI に突っ込んでるんですけど、それじゃダメですか？レン君、それは後で話す落とし穴につながります。今は地図、つまり構造の要約を渡すのが大事という話ね。具体的にはどんな形で渡すんですか？ディレクトリツリーと各フォルダの一行説明、あとは主要な技術スタック。これだけで AI の出力精度はかなり上がります。地図を毎回手で貼るのは面倒ですよね。そこで便利なのがプロジェクト規約ファイルです。規約ファイル？リードミーとは違うんですか？リードミーは人間向け、規約ファイルは AI への引き継ぎ書。クロード .md のような名前でリポジトリのルートに置いておく。例えるなら移動してきた後任に渡す業務マニュアル。暗黙のルールを全部書き出しておくんです。暗黙のルールというのは例えばテストは必ずバイテスト、 CSS はテイルウィンドのみ、エラーはリザルト型で返す。人間なら空気で分かることを AI は知らない。それ書かないから AI が毎回トライキャッチで書いてきて手直ししてたのか。そうそう、プリアさんの不満、 AI の能力じゃなく情報不足が原因だったわけです。じゃあ実際の書き方を見せますね。規約ファイルは大きく3ブロック。1つ目、プロジェクト概要と技術スタック。2つ目、コーディング規約。3つ目、やってはいけないことリスト。やってはいけないことリストって必要ですか？やってほしいことだけでよくない？アクロパパ的にはここが一番大事。 AI は禁止事項がないと最もありがちなパターンに流れる。エニーを使うな、コンソールログを残すなとか。具体的な分量はどのくらいが目安ですか？ A4 で1から2枚分、トークン数でいうと500から1000トークンくらい。長すぎると逆効果になります。その理由は次のパートで。じゃあ規約ファイルもリードミーもソースも全部渡せば最強じゃないですか。情報は多いほどいいでしょ。来ましたね、レン君の全部盛り。ここが今日の後半の山です。結論から言うと見せすぎは害になります。はい、情報が多いと何が起きるんですか？ここでコンテキストウィンドウの話をします。 LLM が一度に扱える作業範囲のこと。 AI の作業机の広さだと思ってください。最近のモデルは100万トークンとか入るんですよね。机めちゃくちゃ広いじゃないですか。入ることとちゃんと使えることは別なんです。机の端に置いた資料ほど目が届かなくなる。これ研究でも実証されてます。実演しましょう。同じ質問を必要な情報だけ渡した場合と関係ないファイルを50個一緒に渡した場合で比べます。必要な情報だけの方、正しくプリズマのスキーマに沿った関数が返ってきました。所要時間も3秒。全部盛りの方、関係ないファイルの書き方に引っ張られて非推奨の ORM の書き方が混ざりました。しかも8秒かかってます。遅くなった上に質も下がってる。
多ければいいってもんじゃないんだ。逆に私みたいに何も渡さないのも問題で、渡しすぎも問題。ちょうどいい量ってことですよね。その通り。プリアさんの慎重さもレン君の積極さも方向を間違えると裏目に出る。ちょうどいい設計が必要なんです。アクロパパ的には目安はその作業に関係するファイルと規約だけ。迷ったら少なめに渡して AI が聞き返してきたら足す。今日のまとめです。 AI の答えは能力じゃなくて見せた情報で決まる。これがコンテキストエンジニアリングの革新。プロジェクト規約ファイルは AI への引き継ぎ書。暗黙のルールを書いておけば毎回の手直しが減る。これは今日から作ります。そして見せすぎは逆効果。僕みたいに全部突っ込む派は必要十分に絞るのが大事なんですね。反省しました。2人ともいい整理。次回はいよいよハーネスとループの話。AI に書かせたコードをどう検証して回すか。お楽しみに。